時すでにお寿司、クラシックとネオクラシック、作り手側と食べ手側のちょうど真ん中に当たるところを結界、フランス料理からの影響ですね。正弘のうまいのなんのうまいのなんのうまいのなんのの正弘です。今回はテーマは時すでにお寿司やっぱり寿司は本当に日本を代表する料理として世界に発信できてるできてますよね、ところが肝心の日本人がその寿司のことあんまり分かってない。知らないですよね。知ってるようで例えば外国の人に寿司のことを聞かれて何が語れるかっていうとほとんど語れない、何にも語れないと、その辺はぜひ聞きたいなと思いますね私ここの2年ぐらいかけて北海道から九州まで名だたるお寿司屋さんというか皆さんがとても気にかけてるお寿司屋さんを含めて回ってきました。今お寿司の時代だな。しかもそれが握り寿司人気があるのは言ってみればそれが江戸前かなと。酢飯を作っといてお魚も調味しといて一緒にして合わせて出す、これが江戸前っていうと、北海道から九州までちゃんと江戸前があるなと。いただくうちにどうもタイプが2つに分かれるかなって、そこら辺の話から、いきたいと思いまして、それをクラシックとネオクラシックと2つに分けました。そこら辺の話をちょっと田中さんに。田中でございます。まずクラシックだと思うんですが、最初に寿司というとそうじゃないですか、古典的伝統的。そのクラシックっていうのとネオクラシックの違いは、寿司種の違いとかお店の佇まいとかよく注意してみると、こんなところにこんな昔の名残があるのかって、食べずしてここはクラシックのお店なのかそうじゃないのかって見分けがつくことができるんですね。もちろんそれはいい悪いってことじゃなくて、いい悪いってことでは全くなくて、大体お寿司屋さんに共通してるのは、新しくお店を開く人ものれんを出そうかっていう形になりますよね。だからお店のところにただ扉だけっていうお寿司屋さんもあるんだけれども、普通だったらのれんが出ます、お寿司を食べるいわゆるカウンター席、つまりクラシックのところでは付け台っていうんだけれども、そこの上にもねのれんがあるんですよ。気がつかない人が結構いるんだけど、言われてみればある気もする、でそういうことも、付け台の上ののれん、そういうことも含めて新橋にある清水さんにお願いして、なかなか普通は取材に応じてくれそうにないお店なんですが撮らせていただいたので、それを見ながらちょっとお話を進めていこうと思うんですけども。ありがとう。外ののれんとは別ののれんが店内にもかかってる。普通ないです、そのお店は。でその店内の付け台にあるのれんは江戸時代の屋台から始まったお寿司の名残なんです。江戸のお寿司屋さんの名残なんですね。付け台、今みんなカウンターって言うんです。なんで付け台っていうか分かります？なんかつけるお漬物の漬け。寿司にも漬けありますね。マグロをお醤油の中に漬け込んで漬けにする、小肌を締める漬けにするっていう、そういう意味で漬け台って言ってたんですね。で漬け台っていうところに向こう側に握る人がいて、こちら側が食べる人がいるんですけども、江戸前ってねちゃんと計算ができてるんです。計算ですか？実を言うとこの箸で、この箸の長さがとても意味があって、で昔々お箸は一尺五寸もあったんですね、こんな。それがだんだん短くしようということで半分になって、これ7寸5分でセンチメートルでいうと30センチ未満かな、こう肘をついて男の人のくるぶしくらい、この箸を足すと1尺5寸を食べるとこの付け台のところからまっすぐこう伸ばすと、このお寿司屋さんでやったらみっともないかやれない。僕代わりにちょっと横浜の浜田ってお店でやらせていただいたんですが、ちょうどここの付け台のところの真ん中あたりに行くはずなんです。その反対側にも同じだけの1尺5寸の調理する方の台があるんです。だからこちら側が1尺5寸で、そちらが1尺5寸で、合わせて3尺っていうと約1メーター。1メーター挟んで
揚げた天ぷら握ったお寿司をいただくのが江戸前なんですよ。なるほど。それでなんでその1メーターなのっていうと、もっとくっつきすぎると今僕が田中さんとお話ししてる距離ほぼいいですよね、これが近いとなんか息苦しいじゃないですか。で遠いと握ったもの天ぷらが出せないじゃないですか、ちょうどいい本寸法なんですよ。でその真ん中、作り手側と食べ手側のちょうど真ん中に当たるところを結界、お扇子だって何だって芸能で皆さんこう芸者さんがお座敷に出て挨拶する時だってまずはお扇子を出して結界って言いますよね、これ。そうですね。茶の湯の挨拶なんかもそうですね。全てそうですね、お客人ともてなす主人の一応線引き、そこの了解を侵犯しちゃいけない、向こう側に入ってはいけない、だからお寿司屋さんが握ったお寿司を出すのもちょうど真ん中よりもお客様寄りのところに出してきますよ。言われてみれば中華では箸は垂直に置くけれども和食だと水平に置いてますね。水平に置くんですね。あれも一種の結界ですよね。はい、そういうところがお箸は中国の方から伝わってきたのに、日本人はそこにこう宗教的な意味っていうよりも何か違った意味をそこに持たして結界で、お寿司を昔ながらのクラシックなお寿司屋さんってそのまま置くんです。付け台の上にそのまま、付け台の上にね、今下駄を履かすみたいな言い方だとか、陶器の、ね、焼き物の上にきれいに盛ったものとかあるんですが、昔は付け台にいきなり置きました。だからいや写真で見るようにこれシミになってるじゃないですか。清水さんの付け台清水さんの付け台がほら真ん中でちょっとこっち側でしょ、色が変わってる。結界の客側ですね、のところに、でそこのところに酢が効いてる酢飯を置いてるから色が変わるんだ。色が変わる。なるほど。あれ色つけてるわけじゃ全然ないで、やっぱり10年以上経たないとああいう色がつかないなって、あれからダイレクトにいただく。だから手のひらの上に乗っけてお寿司をねどうぞなんてやるのはクラシックじゃない。なるほど。よしで、付け台っていうのとカウンターっていうのと言い方が違うように、みんな今お寿司屋さんの人寿司屋の大将がねって、言いますね。もう大将がほとんど職人仕事のトップを張ってる人、頭になってる人は親方っていうんですよね。そうですね。なんか親方っていうと古い言い方で、大将っていうとかっこいいからって変わっていってる。親方はなくなってきて大将っていう風になってきてるかなって。でもう一つ清水さんのところではクラシックだなと思わせるのは種札。種札ですか。今日できますものはっていう。そう言われてみれば最近種札がない店の方が多いですね。なぜでしょう。種札を見ながら注文する店が減ってますよね。そうですね。昔はお好みで食べてる、お客さんがこれ食べたいあれ食べたい。昔はガラスケース、そうですね。種がずらっと並んでた、並んでたから、もうこれって言えばヒラメかカレイか分かんなくたってこれって言えばいい今なくなったのはみんなコース仕立てで誰もが同じ。これフランス料理からの影響ですね。メニューデグスタシオンなんつっててコースが決められちゃってるのも、お客さんの意味も有無も言わせずに同じものを食べさせる。仕込む方は楽ちんですよ。みんなが同じ。それと昔のお寿司屋さん行くと内側見るとそろばんが置いてあった。お客さんによって注文の仕方が違うから全部覚えなきゃいけない。大変でしたよ、昔の寿司屋の親方の仕事は。仕入れも大変ですもんね。仕入れも大変。誰が何を頼むかわからない。もう今は予約があって、もう半年以上先まで詰まってて1日2回転で出るものが決まってると。これもうニュークラシックの典型なんだけど、クラシックのお店はそういうところとちょっと違うなっていう。だから味だとかネタ以上に見分けがつくっていうのは今みたいなところかなと思うんだ。でただしクラシックのお寿司屋さんだって大将って呼ばれてる人もいるから、一概にこの線引きがきちんとはできないんですけども、でも本当は親方と言うべき
ってことですかね。いやー大将ってなったらやっぱりそっちなんじゃないですか。そうですか。だからそういうところにこだわってると、あ、こだわるっていうこともいい意味じゃなかったですよ昔。あ、そうなんですか。こだわりを捨てる、そうかそうか。消極的とか否定的な意味でこだわるって、今はほら何かにこだわるっていうことはとてもいいことのように思われてる。ポジティブな意味持ってますね。そういうふうに時代によって言葉も変わってくるから、きちんとそういうのをキャッチできないと遅れてってしまうかなでも変わらないでいてほしいものもありますもんね。そう変わらないでいてほしい。変わらないようでいて、その昔のものを少しずつでも革新していってるのが清水さんをはじめクラシック派なんですが、でも日本中を食べてみて9割以上がネオクラシックかな。なるほど。本当にね、天然記念物じゃないけれどね、だんだんクラシックなお寿司屋さん、つまりおつまみも出さない、お酒も出さないみたいなところは頑固でね、なんかそういうふうに言われかねないんだけど、そのつまみも出さない酒も出さないっていうのが本来だったんですか。本来はね、っていうのは屋台でもその長居してもらっちゃ困るわけですよ。そうか。だからお茶が出てくるけども、お茶の湯飲みが大きいのもね、人手が足らないし洗い物が面倒だから1回にたくさんつくわけですよ。だからそういうものがあって、パッパッと食べて、実はのれんで手を拭いておしぼりなんかないから、だからのれんが汚れてる店ほど繁盛してるんですよ。だから外側から見てお客並んでるとか並んでないかより、のれんの汚れ具合見て、あの寿司屋うまいぞって昔は思ってて、そういう屋台が夜な夜な広小路って言われるようなところに出ててですね、昔は男山もじゃないけれども、東京は江戸は男所帯だったじゃないですか。そういう人たちにファストフードとして提供していったのがお寿司天ぷらだったんです。寿司屋はお茶も粉茶ですもんね。そうです。素早く出せる。エスプレッソ、お茶のエスプレッソです。江戸っ子東京っ子がせっかちで、そういうことに応えられるっていうんで、江戸前握り寿司っていうのが生まれたかなって。うまい。そういうお寿司屋さん知らなかったなって言った方は、表向きでもだいたい分かるから行かれてみてはいいかなと。新橋の清水さんもそうだし、まあ何軒も北海道から九州までありますよ、ちゃんと。九州にも昔ながらのクラシックな、唐津にありますよ。唐津です。またそれは最後の回の方で4回続けて時すでにお寿司、なるほど、やりますので、楽しみです。ぜひ楽しみにご覧ください。ありがとう。時すでにお寿司が始まったんですけど、マセルさん、回転寿司は行かない？行かないと思うでしょう。大好き。特にね、我が家で起こってるのはスシロー。やっぱり。はい。月に2度ぐらい行くから。ここのとこ行って美味しいのはね、カツオ。なるほど。ついこの間まではね、寒ぶり。中トロなんかのマグロもピカイチ美味しいよ。なるほど。スシローの宣伝ばっかりしちゃいけないんですけど、回転寿司は大好きです。なるほど。マセルさんはスシロー派だということが分かりました。うまいのなんの、美味しくいただきました。